世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回はですね、レベルデザイン、マップの構造についてね、考えていきたいと思います。今ですね、ちょうどチュートリアル用のマップを作成してるんですけど、まあね、チュートリアル用なんで、とても短いマップではあるんですけど、とはいえね、やっぱりこう、一目見てゴールがわかるというかね、あそこに行きたいなって、スタート地点にいるプレイヤーが思えるような、そして実際そこにたどり着くまでの道中でね、しっかりとチュートリアルが完了しているっていうような作りが理想ではありますよね。そういったマップを実現するために、プレイヤーの視線誘導というものについてしっかりと考えておく必要があるかなと思います。それでは先人のゲームたちを参考にしながらですね、レベルデザインの深淵、そのほんの一端を垣間見たいなと思います。早速行ってみましょう。どんなマップにも必ず目指すべきものがあると思うんですよね。それが例えばゴール、次のステージへの入り口だったりする場合が多いと思うんですけど、何かそのマップ内で行動すること自体が目的だったりする場合もありますよね。例えばダークソウル3のファランの毒沼、あのマップでは3つの火を消すっていうことがプレイヤーの目的として提示されます。正解から言うとね、マップ内にある巨大な煙突の麓に行けば火を消すっていうコマンドが出てくるので、それを3回繰り返すとボス部屋にアクセスできるようになるっていうギミックなんですけど、これに気づかずにね、苦戦したプレイヤーもたくさんいるかなと思います。というか僕自身がそうでしたね。あのステージ、フィールド内に小さな焚き火がたくさんあるんですよね。周辺に生息するグルーと呼ばれる異形の生物たちがあろうことか火を使って死体を焼いてるわけなんですよね。初見プレイの時なんかはね、その焚き火に対してね、ローリングしたりとか攻撃したりして、なんとかしたらこの火を消せるんじゃないかみたいなことをしばらくやってましたね。まあ最終的に諦めてね、とりあえず周囲探索してみるかっていうマインドで攻略進めてたんですけど、そしたらね、そのうち煙突の麓で特殊なコマンドが表示されるっていうことに気づいたわけなんですけど、なんというかその時のトロー感がすごいやばかったんですよね。ただ何度もね、周回プレイを重ねるうちにある一つの事実に気づいたんですよね。実はこの煙突の存在っていうのが毒沼に入る前にプレイヤーに提示されているっていうね。そうなんですよ。この場所、突き当たりが行き止まりになっていて、柵の向こうにね、アイテムが見えるというシチュエーション。あのアイテムは確か種火かなんかのね、重要なアイテムだった気がするんですけど、まあここでプレイヤーは回れ右して帰らざるを得なくなると。その時に登るこの階段がね、キーになってるんですよ。めちゃくちゃシャドウが急になってる気がしませんか？これが冒頭でも言っていた視線誘導の一つです。坂道っていうのはプレイヤーの視線を上、もしくは下に誘導したい時によく使われます。この坂道が視線を誘導する先には、そうなんですよ。あの煙突がね、しっかりと見えてるんですよね。ただこの場所に限って言うと、正確に誘導が機能していたかどうかはちょっと正直眉唾ものですね。現に僕自身が初見プレイした時に気づかなかったですし、友達にねこの話をした時も、いやいやこれは印象に残らんわって言ってたことを覚えてます。この手法が真に有効になるシチュエーションっていうのは、視線を誘導した先、上もしくは下に広がるその景色そのものが目的になるくらいの絶景だった場合です。オーとローデイルを眼下に臨んだ時のあの感動がね、記憶に残ってないプレイヤーってのはおそらく誰一人いないですよね。または物理的にカメラの制御権をプレイヤーから奪ってしまうっていう風な方法もありますよね。ソウルシリーズではあんまりないんですけど、ソウルライクの名作ね、ジェダイフォールンオーダーではこの手法が使われていました。このやり方はね、ちょっとプレイフィールを損ねることもあるので、賛否両論あるかとは思うんですが、目的の提示としてはこの上ないほど強力な手段だと思います。ここでうちのゲームのチュートリアルステージに話を移すんですが、このマップでの目的は単純にゴールへたどり着くことです。そのゴールの目標となる地点がこちら、地罰に打たれた竜が眠る場所、韓竜の形状と呼ばれるロケーションです。ここは主人公側陣営の拠点となる場所、ソウルシリーズでいうところの祭祀場にあたりますね。儀式的な意味合いの強い場所でもあります。ここから体験版のエンドコンテンツにしようと思っている連戦モードへのアクセスなんかもできるようにしようと思ってます。
この形状がね分け合って敵に占拠されていて、プレイヤーはスタート地点からね敵を殲滅しながらこの韓流の形状の奪還を目指すわけですね。多分最後にこの場所でボス戦がある感じでしょうね。そこまでの道中で前回の動画でも語ったチュートリアルを組み込んでいければなと思っております。あくまでも体験版用のね小規模なマップなので探索要素もほとんどないですし、そもそもほぼ一本道になっちゃってるわけなんですけど、それでもやっぱりね、俺は今からあそこに向かうんだ的なマインドになれる景色があるといいですよね。そのためにスタート地点から出た瞬間のね景色っていうものを最も大事にしようと思ってて、現在まだまだ仮ではあるんですが、こんな感じになってます。韓流をね斜め下から見上げるような形ですね。ちなみにここにある石柱は千罰の残滓なんですけど、こいつがあることによってねプレイヤーの視線が韓流に向かいやすいかなという意図もあったりします。スタート地点から出て真っ先にこの千罰が目に入ると思うんで、その流れでね韓流の形状方面にも視線が行くっていう感じですね。そしてこれはねもはやお決まりと言ってもいいレベルだとは思うんですけど、そのまままっすぐ目的地まで行くっていうことはできないようになってるんですよね。一度目標を提示した後に回り道を経てゴールへ向かわせるという形になっておりますと。でそれぞれの位置関係ねはだいたいこんな感じでいいと思うんですけど、距離感っていうところについてはゲームの内容、つまりチュートリアルの中身次第でだいぶ変わってきそうですよね。なので形状とこのスタート地点それぞれを個別に作り込んでいって、その2つをつなぐ道中に関しては後から調整できるようにね柔軟に変えていこうと思っています。どちらのスポットでも戦闘が起こることはもう必然かなと思うので、戦いやすさっていう観点にも注意して作り込んでいきたいですね。というわけで今回は視線の誘導について意識しながらマップの紹介っていうのをさせてもらいました。正直ね本当に小さなマップなのであんまりねこだわれる場所っていうのもたくさんはないんですけども、今後この戦闘をねメインコンテンツとした体験版が皆さんに受け入れられて、多分クラウドファンディングとかもすると思うので、そこで多くの資金を得られるっていうようなことがあればね、世界の拡張っていうところもめちゃくちゃ僕自身好きな分野でもあるので力を入れていきたいなと思っております。というわけで体験版をプレイしたいなっていう方はぜひね概要欄の方に千罰のぼらは竜の降るこのゲームの Steam のストアページリンクを貼っていますので、ウィッシュリストに登録して気長にねお待ちいただければと思います。お時間ある方はねぜひもう一本他の動画も見ていってくださるとありがたいです。それでは今回はこの辺で失礼します。アンバサ